はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の解説がたっぷり載ってるカペラノート2025年版、これ手帳なんですけども、こちらの表紙も決まりました。ありがとうございました。こちらの詳細はですね、概要欄やコメント欄にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。で、このカペラノート実は予約販売のみになっていまして、10月14日までの受付になっています。そして予約してくださった方には特典として、このいつも私がやってるこのタロットの置き方ですね、スプレッドとかどうやって読むよっていうのを解説したシートもプレゼントをしていますので、ご興味ある方はぜひ早めにご予約をお待ちしております。はい、では行きましょう。10月前半です。はい、じゃあよろしくお願いします。一緒に見てみましょう。裏はカップ10でしたね。はい、まずソードの8、そして忍者逆、ワンド4、鳳凰、節制、ソードナイト逆、そしてカップ8、気をつけることは対策がペンタクスのナイト逆とワンドの6逆とオラクルは太陽です。おめでとうございます。もちろんこの動画をご覧になっている皆さんは年齢も状況も皆さん違うと思いますので、一般的なリーディングとして、当てはまるところだけ、もしくは吸収できるところだけ参考にしていただければと思います。まずですね、星の動きとして10月はとにかく10月3日が月食なんです。金環月食で、月食っていうのは見えないエネルギーとして私たちに実はすごく影響するんですね。で、来年の春ぐらいまで続くこの魂のテーマというか学びがあるよということで、10月の3日ぐらいから本当に人との関係性っていうもの、自分が他者に対して何を感じているかとか、どんな恐れがあるかとか、どんな本当の信頼を築いていくにはどうしたらいいかっていうことを学ばされるみたいな流れがあるんですね。これは全体に。で、さらには10月、これは9月23日から入ってますけど、9月23から10月18日までっていうのは金星も蠍座に入っているので、より深い情熱とか本質的なつながりを求めたいみたいなのがあるんですね。で、ちょうどこのお牛座の皆さんにとってはそのパートナーシップに対して本物のつながりができるよねみたいな時になっているので、10月前半は特になので非常にいい時なんです。ただパートナーシップ、これ全体を通して人との関係性の中で自分を知っていくよっていうのがまず大きなテーマなんですけれども、それを踏まえた上でお牛座の皆さんっていうのはこの10月前半っていうのはとにかくね、生活を整えましょうとか、自分の体をきちんとしましょうねっていうのがなんだか言われていることですね。おそらくですが、ここで今この時に整えておくのがいいんだと思うんです。これから後のことを考えると。また10月の17日がね、満月でして、その満月の中ではエネルギーがすごくまた広がっていくんですけど、それ以降ですね、10月の後半もお牛座の皆さんさらに関係性っていうのは良くなってくるので、本当に 100% の自分で誰かに向き合っていくとか、何かを成し遂げていくために自分を整えるっていうのが多分一番いいんでしょうね、今ね。それをちょっと意識してみてください。生活の中で何を整えたらいいかなとか、自分の体をどこをどう整えていけばいいのかなっていうのを思っていると、そのようなヒントがたくさん来ると思います。で、カードで見た時にオラクルがね、もう太陽なんでね本当に素晴らしい恩恵が来てるなって感じもありますし、現状のところでも鳳凰ということで、今すごくもしかしたら誰かのことをすごく信頼しているとか、深いつながりを感じているとか、長く続きそうだなこの関係はとか、これお仕事でもそうなんですね。仕事も決して悪い時ではないんです。役割をしっかり果たしていくっていう時なので、この仕事ずっと続けたいなとかね、そういうことを思うのかもしれません。なのでとても安定した中にいるんですけれども、ただ皆さんの中にはいや、もっとこうでなければならないみたいな、自分のことをすごく縛っている、縛って現状を捉えている方がいらっしゃるかもしれません。
ちょっとこれ10月の前半の話だけじゃなくなっちゃうんですが、いつもそんなこと言ってね違う話ばっかしてますよね。11月のね20日以降っていうのはまたね仕事に対して自分が力を持っていきますとか、自分が世界を切り開いていきますとか、何か自分の個性とかもともと持ち合わせてるものを生かして生きていくよみたいな、そういう流れがあるんですね。で今はちょっとその前にちょっと必要なものを取りに行きましょうかと、この勉強しておきたかったんですとか、この技術欲しかったんですとか、ちょっと学んできますみたいな、ちょっと世界見て学んできますねみたいな時なんですよね。なのでいろんなことを知って学んで自分の精神を整えてっていうのがまた11月20日以降の自分の仕事とかにも関わってきますし、収入面においてもし不安があるという方においてはもう来年の7月以降っていうのは収入がまたねガクンと上がるみたいなのもあるので、それまでにね今自分ができること何ですかって言ったら、まず自分自身を信じましょうとか、自分の体をもっと信頼しましょうとか、今の自分を否定して未来の自分を求めるのではなく、今の自分を認めましょうみたいな、十分いいじゃないですかみたいなね感じがあるんです。でもどうしても思考ではいやもっとこうでなければいけないんだみたいな感じがしました。そういうのってよくありますよね。よくあることでね、若い頃にいやもっとこうなりたいああなりたいとかって思って、自分が10年ぐらい経った時に10年前のこと思って、あの時十分良かったなみたいなこと思うみたいな感じで、今のお医者さん今のままで十分いいのに、自分のことをなんだかちょっともうちょっとこうじゃなきゃいけないよっていうことで自分のこと見えてないんじゃないですかみたいな感じがしました。すごく目隠ししてる。それとやっぱり深く考えすぎてちょっと慎重になってるなって感じもあります。もちろんそれは悪いことじゃないんですけどね。ただ今って結構その人との関係性で学びも多いし、ご自身は結構動ける時なんですよね。いろんなところに行ってみたいとか、あれを知りたいとかで、そうやって知っていく、行動していくっていうことによってエネルギーが活性してまた何かを生み出す力になって実際生み出せるみたいな流れもあるので、あんまり止めすぎないようにしてほしいなっていうのはあります。そしてこれまでの関係性の中でも過去でもいい関係性ありましたよねって感じがすごくしますよ。これは身近な人で応援してくれる人や力になってくれる人や友達にしろ同僚にしろ、とてもいい関係がありますよね。十分にお医者の皆さんはすでに評価されている、いい関係築いているって感じがありますし、それはまだまだ続きますっていうふうに言われてる気がします。ご自身でもそう感じるんじゃないでしょうか。とてもいい落ち着いた精神でいられますし、さらにここからですね、節制ということで自分の持ってる能力をより一層ね使って何ができるだろうかってすごく高い意識で自分の限界を超えていけるって感じがすごくしますね。これはとってもいいですね。もう最高のなんかポテンシャルを発揮するみたいな感じがあって、なんかここのね今見てる自分を遠慮しすぎて自分を小さく見てる自分じゃなくて、自分だったらこれができるんじゃないかとか、これ自分にしかできないんじゃないかとか、今まで経験したこと全部踏まえたらこれいけるんじゃないかなみたいなね、何かちょっと遠いところに手が届くような、すごく知識も上がってるし、持ってるものがうまく統合されてなんか新しいところに到達しそうみたいな感じがすごいします。これとってもいい流れですね。いいです。そしてそれが見え始めたら途端にまた走りたくなるみたいな、じゃあもっと急いでいかなくちゃって感じで急にわーって走り出す感じがあるんですけど、あんまり無理に走らないでくださいね。やっぱり息切れしちゃう感じがするので、自分の中でしっかりとその力が自分にあるとか、これは自分だからできるんだとか、これまでの関係性っていうのも自分だからここまでできたんだ、関係性を持ってたんだっていうことでそれをしっかりと自分が自覚することによって無駄なものから離れていくって感じがします。無駄なものから離れていくっていうのは、今まではなんかちょっといい顔したくていろんなところにいい顔していた、例えば社交性を発揮してね付き合っていたものから、本当に自分がやりたいことのために焦点を当てて、これはちょっとお休みしますとかおやめますみたいな形でちょっと離れていくっていうこともあるのかなって感じがしました。でもそういう気持ちになるっていうこと自体が自分を信じていることだし、ちゃんと導かれてるっていうことなので、いいって感じがしますね。何かこの満月の時、10月17日の満月の時に何か
こう決める気がするんですよね。でここに至るまでの序章としてだんだんこう整ってくるなって感じがするので、もしそれまでに早くにね決めましたっていう方がいらっしゃったら決めていただいて全然いいんですよ。満月まで待たずにね。そしてカードの気をつけることや対策として言われているのがペンタクスのナイトとワンドの6の逆なんですね。なのでこれも少しねペースダウンして大丈夫ですって感じで言われているんです。早くやって早く成果が出るっていうものではなく、じっくりと温めて、寝かす方がいい結果につながるよっていうことで言われているので、お一緒の皆さんそのままそのペースで行かれたらいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと、お仕事のこと見てみますね。理屈じゃなくですよ。なんかこれがこうだからとかあれがこうだからではなく、理屈じゃなく今の自分を信じてみるみたいな。こんなに健康だとか、こんなに体が動くとか、なんかこんなに食べれるとかでもいいし、なんかそんな感じがいい気がしますね。ちょっと仕事ね。カップのエース、ワンド9、ソードの6ということで、お仕事に関してはおそらく同僚だったりとか一緒に働いている仲間とか職場の環境っていうのはとても良さそうですね。悪くないです。そこから得られる喜びがあるっていう感じがします。他者からちょっと褒めてもらったりとか自分が受け入れられてるっていうことを感じる気がしますね。必要とされてる感じでが嬉しいみたいな感じもあるんですけど、あまり必要とされすぎるとそこにちょっと答えられませんって言いたくなる自分もいるのかなって感じがあって、今の職場悪くないですし、仕事運転見た時に悪くないけど、やっぱりなんか考えてるなって感じがしますね。ここにずっといるわけじゃないみたいな。でもまだ動けないんだとか、もうちょっとタイミングを見てから次の船出に出たいんだみたいな感じがありますね。いいと思います。11月20日以降多分何か変わってくるので、お仕事に関しては環境がそれまでは温めておく、それまでは今の自分でできることをやっていくっていうのでとってもいいと思います。全然それでも満たされますしね。ちょっと人間関係見てみますね。特に動く気ないんですけどっていう方は、お仕事で動く気ないんですけどっていう方は自分で動かそうとせずに状況を見るっていうのもありですね。状況がどうなるのか。そしたら状況が11月20日以降にもしかしたら変わってくるかもしれないので、それに対して動ける自分を用意しておくみたいなのもいいかもしれないです。人間関係ね、ちょっと見てみますね。ペンタクスの6、カップページ、ワンドクイーンということで、ご自身がこれまでの関係性も全然悪くないですし、さらに信頼関係を強めてもっと仲良くしていくとか、もっと信頼を強めていい関係になっていく、お互いが持ってる一番いいところで関わっていくみたいな感じがあるんですね。でこれ継続していけるんですけれども、何かちょっとただ注意されていることとして、人間関係の中で自分がこれだけしてあげたからこれだけしてもらいたいとか、もしくはこんなにしてもらったから何かお返ししなきゃいけないみたいなね意識がもしかしたらあるかもしれませんが、物とかそういうものでお返ししなくてもいいですよみたいな感じがあって、とにかくこの喜び、自分が何かをしてもらって嬉しいっていうその喜びを表現するとか、感情を表現する。そして自分もその人に対してもし何かしてあげたいと思ったら、その人が喜ぶことをしてあげようっていう気持ちを持つだけでいいよみたいな感じで、何か10月の前半にイコールにしなきゃいけないっていう、借りを返さなきゃいけないとかね、イコールにしなきゃいけないっていうことはないんだなって感じがしました。なのでもし何か借りがあると思うんだったら、それに対してありがとねっていう感謝の気持ちだけ伝えておくみたいな感じ。何かを返さなきゃいけないとかそういう感じじゃないですね。もっと今学んでることっていうのはもっと深い信頼関係なので、ちゃんと相手のことを信用してますとか、自分は自分のことを信用してますっていうエネルギーの方が大事って感じがします。そして人間関係においても、あんまりなんか誰かに頼るっていうよりは、
自分で自分のことをしっかりしますみたいなね感じがあり、すごく前向きですね。太陽をもうここでひまわりも出てるんですよね。ここもオラクルがひまわりなんですよね。とてもなんだかね、これなんとなく感じることですけれども、星ではほら日常生活を整えましょうとかね、なんかそんな感じが一番強いんですが、カードで見た時に理屈じゃないんだと、理屈じゃなく今いいエネルギーが来てるからお牛座の皆さんはそれを感じてみたいなそんな感じです。理屈じゃなくいいエネルギー感じてって、それをお牛座の皆さん感じれるはずみたいな、そんな感じがしました。なんか理屈じゃないっていうところがね、説明したいんですけど説明できなくてすいません。ちょっともう一つオラクルカードをもう一枚引いてみますね。はいプロスペリティということで、このカードを見て何かしらね感じることがあれば、ぜひ皆さんも自分の直感で感じてみてください。どんな豊かさが自分に来てるのか、アバンダンスとかサクセスということで、なんだかとってもいいですよね。何ですかこれ落ち着いてるし、本当にこう何か特別なことをしてこうとかじゃなくて、落ち着いたら本来の自分の力ってこんなにあったんだとか、落ち着いて考えてみたら、状況を捉えてみたらこんなに恵まれていたし、こんなに受け取れるんだみたいなことを感じるのかもしれません。最初だけですね、なんか自分のことを小さく見てるのがいい感じじゃないですか。ぜひ大牛座の皆さん、その理屈じゃなくいいエネルギーを感じて心地よくお過ごしください。もし何かしら分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もちろんチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。